おはこんばんは、It's Second Brain とブックバディ。かわいくないこれ。これはブックバディって言って、ブレンがちっちゃい時に一緒にこの子と寝てたみたいです。かわいいよね、これ。なんか、ゆるくて好き。なんか今だったらさ、流行りそうだよね。なんか、みんなかわいいって言ってくれんじゃない？そう。これは私のバディです。だからこれ関節とかもちゃんとついてるから、結構なんかリアルな感じなんですよ。めっちゃ可愛くて、いろんな格好をさせて遊んでます。めちゃん、ブックバディに挨拶して。お。いや今も買えんのかなこれ。持ってる人いたら教えてください。特に海外に住んでる人。日本にあったのかなね、ブックバディここに置いときます。今日はね、さっきパン屋さんに行ってきて、すごいパンをいろいろ買ってきたので、食べながらいろいろ話したいと思ってます。はい。はい。今日もね、新しいカメラで撮ってるので、うん。画質はいいんじゃないでしょうか。いいかな、ね、うん。パン食べようか、早速。ね。いただきます。いただきます。これが魚のフィッシュパン。うん。で、これが、ブルーチーズとアーモンドだって言ってたね。ブルーチーズアーモンド。これがソーセージ丸々1本入ってるこれね、やつ。これもソーセージ。これも。うん。これ明太子。そう。ソーセージ。ここのパン屋さんね、結構毎週、週に1回ぐらい行くんだけど、まあブレンのことも覚えてて、なんかこのブルーチーズのやつ、ブレンがね、なんか食べたいっていうか、好き？初めて行った時これがあって、で、2回目の時なんかそれ美味しかったですよって言って、なんかたまにしかないですよって言って、で、今日行ったらなんかありますよって言われて。ね、もうブレンのこと覚えてくれてる。食べようか。フィッシュパンが食べたくて。じゃあ、フィッシュパンから食べよう。うん。うん。うん。タルタル美味しい。美味しいね。ブレンはなんか覚えられやすいよね。まあね。コンビニでもさ、いつも行く駅前のコンビニとかでもおばちゃんに覚えられてて。だって目立つんだもん。そうね。確かに切るとめっちゃ多く見える。うん。これ、これがでかいよね。楽しみ。まあ私たち日本に帰ってきて早もう半年が経っちゃったね。もうすぐね、もう7ヶ月とかになっちゃうね。ね、早い？早いよ。あっという間だったね。本当に忙しい半年間だったね。忙しいし楽しかった、半年間だったね。すごい充実してたし、なんかあれだよね、やっとなんかちょっと旅行感がなくなったよね、ちゃんと。なんか最初のなんか3ヶ月ぐらいは結構なんか遊びにまで日本に来てるんだっけって感覚だった。なんせ8年ぐらいアメリカにね、ずーっと連続で住んでたわけだからさ、なかなか現実感が湧かなかった。なんか近くにコンビニあるじゃん、すぐ行けるとか、なんかちょっと風邪ひいた病院に行くとかさ、なんか薬もらいに行くとか、そういうのも簡単にできるしさ、いいよね。どう？半年住んでアメリカに帰りたい？まあアメリカに帰りたいとかアメリカに住みたいだよね。住みたくはないかな、今のところね。そうね。日本の方が今のところ、やっぱりまあ帰ってきてよかったなっていう感じはあるよね。ね、いろいろね、心配してたけどね、来る前はね。本当に。どうかな。だって超久しぶりに日本に住むって感じだったから。ね。ソーセージが行方不明、下に落ちてたけど、さっき掃除したから食べる。カットだね。でもさ、日本に久々にこうやって8年ぶりに住んでさ、なんか日本ってここが変わったなとか感じることあった？なんか世代が変わったって感じ。そう、それはすごく感じる。なんか、まあ自分たちの時代じゃないけど、まあでも自分たちの一個下の世代の時代っていうのかな。そうだね。なんか、
なんだろう、日本を動かしてるその主導権を握ってる主なメンバーが変わったって感じがするよね。なんかもう時代がやっぱりちょっと動いてるっていうのをすごく感じた。なんか作業してる人たちとか、うんなんか前日本にいた時は結構おじいちゃんとか、おじさんとかが多かったんだけど、今見るとなんか自分の年齢に近いかもっていう時が増えてきた。そうだね。だから年を取ってってことだよね。そうだね。だからブレントも話してたけど、なんか男女とかでもなんか手つないで、外を歩いてる人が増えたよねって話したよね。普通にね。でもこれはなんか若い人ももちろんそうなんだけど、でもなんか若くない人でも手をつないでる人たち結構見る。で、昔は全然いなかったの。いなかった。本当に、なんだろうね。外でイチャイチャするとかさ、まあでも自然になんかもう、なんか手をつないでる人が今すごく増えてる気がして、なんか、愛って思うことが多いし、あとはなんか、やっぱり昔に比べると、その、同性同士で手つないで歩いてる人とかも、見る確率は増えた。手つないだりとか、この間ね、地下鉄でチューしてる人たちもいた。そうそう。日本で初めて見た。なんかそのやってる本人たちも、なんか別に周りの目とかさ、気にしてるわけじゃなくて、もう普通にもう自分たちの世界ね、ほんとね。でちゃんとやってるからさ。なんか人の目を気にするのがちょっと、緩くなったのかな。本当に緩くなったと思う。前は結構それがもう、日本イコール、人の目を気にしてとか、なんか人の方を優先するとか、まだね、あると思うけど。いや、結構少なくなってると思う。なんかこれが、このアニメが好きとか、このゲームが好きとか、なんかこういう趣味があるとか、なんか堂々と言う人がすごい多い。みーちゃん。気づいたら。奪っちゃう。辛いこれちょっと。明太子だからね。明太子これおいしい。このパン本当におすすめ。めっちゃいい。ねえ、おすすめしたいけどね。もうおすすめしたいけど、ここのパン屋さん言っちゃうと自分たちの家がバレちゃう。違うから。そう。から言えない。ね、そんな感じかななんて変わって感じるの。そうだね。まあ働いてて、なんか日本の企業で働くのもすんごい久々だからさ、働いてて思うことは、その残業に対する考え方とかも、もう会社側がもう早く帰ってみたいな姿勢になってるかなって気がする。人を見た目で判断しちゃいけないよとか、なんかそういうトレーニング、教育とかもなんかやってるからさ、なんか変わってきてるなと思った。こんなのなかったじゃん。なんかいろんななんか見た目にとらわれちゃいけないとか、いろんな人が世の中にいるよとか、みんなを受け入れていきましょうねみたいな、いろんな考え、いろんなセクシャリティとか、そういうのをみんなで受け合いましょうみたいなトレーニングとかもしてるから、変わったなって思う。10年があればそうやって変わるんだね。また10年あってまた変わるだろうし、観光客の人も増えたね。増えたね。本当に。全然違うね。昔もうずっといたんだけどね、観光客が。だけど、多分今すごい日本って、なんか TikTok とか SNS でなんかすごい人気になってるから、みんな日本に来てるって感じ。なんか知り合いとかの人は、みんなとりあえず日本に来てる。いつも。まあいっぱい来る人がいるかもね。ね。いいことも悪いことも。そうだね。日本の経済を回してくれたりとかさ、でもなんか日本の文化に触れてくれて、日本に興味を持ってくれて、それが結果的にはいつかね、じゃあ日本に住みたい、日本で働きたいと思う人もいるから、すごい日本のためになってることもあるんだけどね。でもなんかその観光客の多さが原因で、なんかね、ほら京都の問題とかあったじゃん。なんかちょっと、なんかもうそのせいでなんかもう外国人。そこがちょっと怖い。そうね。なんか観光客って言って、なんかどこまでが観光客ってされちゃう。だってほら、怖いね。結局はやっぱり見た目で入っちゃうじゃない。ね、ブレンが京都歩いててさ、ね、
俺とブレンが2人でさ、ちょっとバラバラで歩いててさ、声かけられるとしたら絶対ブレンじゃん。なんかその外国人としてのやつで。ね、だからね、その時はブレンはパスポート見せなきゃいけないのか、免許証見せなきゃいけないのか、何をもって判断するのかっていうのもあるから、ね、難しいよね。決まってないんだろうね、そこは。外国人禁止とか観光客禁止とかになんか、ね、くくりが大きくなっちゃうとね、それはそれでまた問題を生んじゃうし。まあだからみんな禁止ってすればいい逆にね。その場所とかは。ね。もうね、本当にみんなルールを守って生きていければいいね。まあ、そうね、大体の人はいいんだろうね。そうだよ。でもね、そういうのって一人二人がやっちゃうだけでさ、ね、広まっちゃうからね。ジンジャーエール飲まなきゃ俺。忘れした。めっちゃ諦めない女だな。じゃあ諦めてください。いろんな角度から攻めるよね。ね。めちゃんは。びっくりしちゃった。こっちから来たり、あっちから来たり。そう、どっから来てもダメよ。なんか、梅ちゃんが来るのが、なんか全部のご飯にこうやって来るってわけじゃなくて、でもパンがあると来るかも結構。そうだね。なんか食べよう。匂いがするのかな、パンの。独特な。パンだったら何？やっぱコーヒー？コーヒーじゃない？アイスティーとか？そうだね。コーヒー。コーラとかじゃないね。コーラとかじゃないね。カラオケは？カラオケは、ウーロン茶。ウーロン茶ね。とか、カルピス。お祭りは？ラムネ。おー。でしょ。なるほどね。ラムネか、何があるんだろうね。なんか冷たい緑茶とか。そうだね。なんか、緑茶のイメージかも。炭酸じゃないね。なんか。でもラムネ。炭酸か。適当だ。今日の動画はここまでになります。はい。この動画面白いと思ったら、あとパン美味しそうと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。はい。あとは概要欄の SNS とポッドキャストのチェックもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイ。バイバイ。ブックバディだよ。